なるはですね、私はまだこすってない宝くじだという言葉をいつも口にしていました。理想と現実の間のギャップをナルシストは認識しません。まるで自分がすぐにでも大きな富と名誉を得るような発言をします。俺が有名になれば俺たちの老後は心配ない。この言葉は、たった今は君がすべての生活費を支えているけど、俺が後で有名になればお金をたくさん稼ぐことになるから、今君がお金を稼ぐのは当たり前だというように正当化するためです。俺が有名になったら、今お前が俺について周りに悪口を言ってることを後で後悔することになるよ。とちょくちょく脅かしてきたものです。例えば、夫婦同伴の飲み会で、冗談半分、愚痴半分で、私が友達に、実は昼も夜もなく大変。夫は夜型人間なんで起きるの遅いから、私がついつい家事は全部一人でやっちゃうんだよね。と話をしたとしましょう。それを隣で聞いていたナルは私の脇をつっつきます。家に帰る道中までは普通の顔をしてるけど、着いた途端別人に変貌します。そして心に溜め込んでいた言葉を怒鳴りながら吐き出します。俺の友達に勝手なこと言ってんじゃねえや。俺がいつ家事をサボったって言うんだよ。俺が毎日やってるベッドの整頓は家事じゃねえのかよ。だったら一つも家事やらないぞ。明日から指一つ動かすのやめた。ひとしきりなるが爆発した後、なんとか興奮を鎮めるために、私が何度も何度も謝ると、吐いた言葉は元に戻せない。俺が有名になったら、お前が言った悪口は、後で全てネタになる。人は他人の不幸でドーパミンが噴出する。俺たちがお酒の魚になるんだ。俺が傷つく言葉をお前はあえて友達に言った。これは絶対に戻せない事実だ。文章一つ一つは一見正しい言葉に聞こえます。でもそこまで言わなきゃいけないのか、鬱な気分にさせられました。なんで重罪を犯した人のような扱いをされなきゃいけないの？翌日、お前が俺に家事全くしないって言いやがったから、俺は指先一つも動かさないぞ。という言葉で、ナルは自分が家事を全くしないことを正当化させました。これがナルシストの自己合理化の一例と言えます。これに対して不満をぶつけると、また別の戦いが始まり、結局また屈服するしかない状況に陥ります。ナルのイメージを貶める発言をしてしまった私は、言われのない罰を受けることになったのです。しかし、それが終わりではありませんでした。やっと仲直りした後でも1週間経つとまた、その時のことを蒸し返してきます。1週間も過ぎたじゃないか。私は謝ったし、やっと仲直りできたと思ってたのに、なんで何度も蒸し返して私を辛くさせんの？と言うと、お前は終わったことかもしれんが、俺にとっては大きな傷が残ってる。後で俺が有名になったら、こんな些細なことを叩かれる原因になるんだよ。というような奇妙な論理を広げます。以後、仲良くしてると思いきや、2週間に1回のペースで同様に蒸し返し、私を責めてきました。こういうやりとりが積み重なったところで、ナルは、前にお前にやられたことを思い出して急にムカついてきた、と突っかかってきました。私は反論するため、そりゃおかしいよ。根に持つにも程がある。と、こちらの怒りをぶつけることになってしまいます。継続的なナルの攻撃に耐えきれなくなった挙句、私の方が逆に感情コントロールができない未熟な異常者として扱われることになってしまうのです。
これが実際私が体験したガスライティングの一例です。ガスライティングまたはガス灯効果とは、ターゲットに心理的な操作を仕掛け、ターゲットが自分自身を疑い、現実感や判断力を失うように仕向け、支配しようとすることを意味する言葉です。パトリック・ハミルトンの演劇を原作にした1944年のアメリカの映画、ガスライトに由来した言葉です。感情的な虐待の一つとしてナルシストは一様にこのガスライティングを巧みに使えます。まるでナルシスト養成学校でもあるかのように、みんな相手の心を不快にするプロなんですよね。それを繰り返しながらターゲットが怒ったり泣いたりなどの感情表現をすると、頻繁に怒りをぶつける人、感情コントロールができない未熟な人という烙印を押します。ナルは私の言葉にケチつけ、怒りで私をコントロールし、屈服させました。数えきれないほどあるガスライティングの手法のほんの一例です。ガスライティングの目的はたった一つ。相手を支配し、コントロールするためです。私を屈服させるという目的を達成したナルは、優越感で自己統制に浸ります。同時に、ナルが家事をしないことや、無職でいることなど、私をはじめ、他人から批判されそうなことに、予防線を張っておくのです。とにかく、ナルは努力一つもしないくせに、理想だけはすごく高かったです。すごいなんてもんじゃなく、とんでもなく高かったです。ある日、テレビ番組に出ているビッグバンの G ドロガンに自分を投影させました。絵を描くことでは幼い頃から他の追随を許さないほどの業績を築いてきたとのこと。そしていつもの言葉を発します。俺はまだこする前の宝くじだ。だから俺をもっと敬え。ところが、現実はですね、度を過ぎるほど経済的自立心に欠けているナルは、お金は一銭も持ってないくせに怠け者で、一日中家で YouTube を見ながらビールに浸り、私のお金を当てにする紐でした。法律には婚姻費用分担という義務があります。二人の間に子供もなく、資産もなく、ナルの浪費でろくに貯金もできませんでした。すべてを犠牲にしてきた私に対し、法律が義務付けたのは、私一人お金を稼いできたから、継続的に加害者であるナルに婚姻費用を支払い続けること。2017年7月から2022年2月までほぼ5年間、すべての家計を築いてきた私に返ってきたのは、あなたの収入が多いから、別居後も継続的に生活を支払えという。この悔しい裁判までの過程についても包み隠さず順次共有していきます。それでは次回はナルシストにお金の話をするとどういうことが起きるのか。ナルが自分の財布は開かず恥ずかしげもなく相手に全ての出費をさせる行動。生活費の節約を持ちかけた私にどんなことが起きたのか、実際の写真も公開します。継続的な関心を持っていただけると嬉しいです。普通の人々の中に、普通とは異なる悪い人々が、普通の人々のように暮らしています。登録といいね、通知設定よろしくお願いします。